チェコの話で、小川さんが一番行ってみたいのがプラハっていうことなんですけど、はい。そもそもそのプラハに行きたい理由とかってあるんでしょうか？あ、もうなんか夜景が綺麗だっていう有名で、みんなが行きたい場所っあていうイメージなんですけど。はい。はいはい。プラハの真ん中のこう川が流れているあたりのところかなと思ってて、で、はい。大きな教会かなんかの後ろがドンとした崖みたいになって、あそこからこう見えるんですよね。あのあたりかなという認識はあるんですけど、はい。ぜひね、行っていただければですね、は日本から直行便は出てないのかなと思うんですけど、い。私がね、行ってた頃は韓国からは直行便出てたんですよ。うーん。なので日本からインチョン行って、インチョンからプラハはい。直行で行くとかね、ヨーロッパ入ればもういくらでもチェコに行く方法はあるんで、チェコってビールで有名なんですが、その中でさらにピルスナービールっていうのが有名。日本でもピルスナービールとかって聞いたことないですか？あります、あります。はい。はい。で、私も改めてそのピルスナーっていつも言ってたんですけど、はい。ウィキペディアで調べてみると、ラガーの一種っていうことで、そもそもラガーって何って今思ってるんですけど、日本でよくみんなが飲んでる通常の日本のビールってほぼほぼラガーだと思うんですけど、そはい。の一種っていうことで、ビールに関していくと結構ヨーロッパのビールと日本のビールって切れ味というかスッキリさ、苦味とかがやっぱ違うなっていうのはすごく私は思っていて、で、はい。イギリスとかドイツとかっていうともう昔は冷たいビールってほとんどないはい。っていう感じで、はい。なんかねっとりしたような感じのビール、うん。はい。チェコも大体そんな感じだと私は認識してたんですけど、最はい。近はやっぱ冷たいビールっていうのがみんなが好んで飲むようになっていて、ヨーロッパの温暖化っていうのがね、一つは影響してるのかなと思うんですけど、で、小川さんもイギリスにいたことがあると思うんですけど、イギリスはい。とかだと今バーに行くともうキンキンに冷やしたはい。ビール結構出てくるじゃないですか。はい。出てきます、出てきます。はい。昔はね、あれなかったんですよ。ええ、ちょっとで、考えられないです。うん、はい。私が聞いた話だと、ギはい。ネスがはい。冷たいビールっていうのを売り始めて、それが当たって、で、イギリスでも冷たいビールっていうのが、これは本当か嘘か全然わかんないし、本当に単に酔っ払ってた時に聞いた話をうろ覚えしてて言ってるだけなんですけど、はい。今もうロンドンとか行くと、冷たいはい。ビール以外ないじゃないですか。本当にキンキンに冷やしたやつがうん。出てくると思うんですけど、20年ぐらい前はもう全然そんなことなかった感じなんですよね。常温ってことですか？常温もあったと思いますね。いずれにしてえもね、日本の冷えたビールで育ってる我々は、もうイギリス行くと美味しくないというか、ヨーロッパ行くと、なんだこれはみたいな感じだったんですよね。今もうそういう、不便な思いをすはい。ることはないんですけど、チェコはい。のピルスナーっていうのは、私はね、ピルゼン、ピルゼンっていうふうにいつも呼んでたんですけど、はい。チェコ読みをすると、プルゼはい。ニっていうらしいんですけどね、その町で最初に作られたっていうところで、写真にある、これ私もね、意味が読めずにいつも変わってたんですけど、日本のそのウィキペディアで見ると、はい。ウルケルっていうんですかね、このビールはピルゼンの中でも大きなうん。工場を持っていて、でその工場がね、レストランもやっていて、はい。ビールを自分で告げるんですよ、工場出来たてのやつをね。ええいいですね。ではい。それがね、この写真にあるところなんですけど、これはい。ね、多分昔の駅を改造して作ったんじゃないかなと思っていて、で、歩いていくとね、ここを入っていくんですけど、昔の鉄道の線とかが残ってるんですよ。うーん。ええ。で、奥のこの写真自体も、なんか駅みたいな、電車の収納倉庫みたいな、そんな感じかなと思っていて、はい。ここに工場とそのレストランっていうのがあって、ここはね、ちょっと今は本当に私もよくわからないんですけど、昔はね、市民しかいなかったっていうのはあるんですけど、本当に観光客とか少なくて、ピルゼンの市民にみんなに愛されているようなところなんでね、もしピルゼンに行くことがあれば、必ず皆さんここには行くんじゃないかなと思ってます。あ、
はい。で、食べ物とすればね、まあ、豚肉とか、この黄色いキノコですね。これ、ドイツあたりでも食べると思うんですけど、何がおすすめなんですかって店員さんに聞くと、これだ、はい。キノコだっていう風な、美味しいですよ。炒めてとかね、煮込んでとかいろいろあるんですけど、食感はなんか普通のキノコなんですか？しめじをちょっと柔らかくしたみたいな感じへかなといえ。う。うん。スポンジの、くにゃくにゃとするような、食感がしますね。はい。で、ここのピルゼンっていう街に2000年代ではあったと思うんですけど、日本企業がね、結構進出しまして、で、はい。パナソニックとかですね、ダイキンとか工場を建てて、パナソニックはテレビとかですね、ダイキンは、ヨーロッパでエアコンを販売するのに、まあ、こういう工場を建て始めたわけなんですよね。で、はい。まあ、パナソニックはやっぱり一番最初に、まあ、規模も大きかったですし、でパナソニック通りっていうのがね、そのピルゼンにあったんですよ。今はあるかどうか分かんないんですけど、はい。通りの名前がパナソニック。でもチェコの人にしてみれば、日本かはい。ら工場を建てに来て、はい。で、大規模なんで、雇用もいっぱいするわけじゃないですか。はい。もうパナソニック様々ですよ、本当に。うーん。パナソニックもね、ダイキンも大阪の企業じゃないですか。はい。で、まあ、この辺りの工場がね、そんなに離れてないところにあるんですけど、まあ、はい。我々はパナソニック通りのことを大阪通りって言っていて、はい。でもね、これはね、多分パナソニックもダイキンもみんな言ってて、こう、まあ、自画自賛を含めてっていうところもあると思うんですけど、私もね、この辺りの工場にはよく行っていて、はい。もう最初はね、本当怖かったんですよね、チェコ行くのがね。でも、行き始めると、犯罪もこの辺り全然ないですし、もうはい。楽しみで楽しみ、ビール飲めるしですね、楽しみでしょうがなかったんですよね。まあちょっとこの辺りの裏話をするとね、こうはい。雇用をしていくじゃないですか。はい。で、パナソニックさんがじゃあ100人募集します、ダイキンが60人募集しますとかいう話になる。で、まあ町の雇用斡旋所みたいなところも絡んでくるんだと思うんですけど、一応ね、そのパナソニックさんってこう日本の家電業界のドンみたいな立場っていうのが未だにあると思うんですけど、こう人を雇用するのにね、パナソニックの給料を他の会社は上回ってはいけないみたいなところがあって、はい。それはチェコですよ。チェコでそういうことをやってるんだなと思って、こうなんか日本のしがらみをここまでもまさに本当に大阪通りっていうようなイメージがあったんですよね。で、もう新しい工場とかね、新しい事業ってやっぱりみんなが活気あふれていて、はい。で、遅くまで仕事した後みんなで飲みに行こうとかね、そういうのが結構あったわけなんですよ。はい。で、今はね、やっぱりそんなに、日本の経済レベルより、まあ、チェコはね、今そんなに経済レベルとして低いっていうわけではないんですけど、まあ、ちょっと落ちるっていうところであれば、今はもう大企業の人たちは何時以降外出禁止とかね、そういう、まあ、自由がどんどんなくなっていってしまって、そういうのもこう、日本の人たちが海外勤務をあんまり希望しなくなっている理由の一つなのかなと思うんですけど、はい。はい。まあ企業としてはね、人の命を守んなきゃいけないし、何かあったら、まあ、企業の責任になるんでね。ただ、我々なんかからすると、やっぱりそういう実体験っていうのをしないと、なんか人はい。として成長もしないし、はい。日本で仕事してるのともね、まあ、オフィスの中にはチェコの人たちいると思うんですけど、そんな変わらないんで、まあ、面白みっていうかね、そういうのもないんじゃないかなとは思って、ちょっと残念なんですけど、で、まあ、仕事終わって、パナソニックの人もね、ダイキンの人も、あと、自動車系とかで、トヨタの子会社の人たちとかね、いっぱいいたんですけど、みんなで、まあ、遊びに行く、まあ、日本人が行きやすいようなバーがあって、そこにですね、これもうチェコの人たちもね、すごいセンスがあるなと思ったんですけど、はい。大阪弁を喋る女の子がウェイトレスとして来てえいて、大阪かはい。らね、なんか雇って連れてきたっていう話を聞いてるんですよ。まあ、日本にはい。留学かなんかしていて、大阪で勉はい。強していて、標準語以上にね、ものすごいインパクはい。トが強くて、ここでチェコの女の子が大阪弁喋ってますよみたいなイメージがあって、すごいね、はい。インパクトが高くて、多分集客にものすごく成功したって、もうおみんなそこにお。行くんですよね。これえが、はい。ビジネスでね、本当に大はい。事なんじゃないかなと私は思っていて、そこでもう連れてくるお金をかけても、
やっぱやったらね、全然違うわけですよね。その発想自体も、なんか、やってみないと、そんなのみんな反対するんじゃないかなと思うんですけど、やろうよねっていうとね。でもやってみたらもう全然効果が上がったっていうことで、こういう例もなんか学んでいかなきゃなというふうに思ってます。はい。で、言葉っていう意味ではね、最近、AI で、日本で通訳をやってきた人の存在価値とかね、そういうのが今後、いろいろと見直されつつあると思うんですけど、やっぱりその、大阪弁を喋るとかね、そういう地方のなんか方言を使いこなすとか、そういった付加価値っていうのを、やっぱり通訳を目指す人はね、やるべきじゃないかな。結局、その、今 AI で会話ってできるわけですね。我々も例えば海外のお客さんが日本に来た時に、じゃあ銀座で接待しましょうよねっていう話になったりすると、そうするともう彼らの持ってるスマホを打ち合いすれば、会話できるんですよね。で、たまにその機械がこう翻訳のミスで非常になんかエッチな話とかになっちゃったりすると、通訳の人がそれできないじゃないですか。でも機械がやると本当に楽しいんですよ。で、自分のせいじゃないし、それにすごいコミュニケーションがね良くなったりとか逆にするんですよね。なので、実務的にはもう今後その通訳っていうこと自体は、どの業界も含めて見直しっていうのは常にやっていかなきゃいけないと思うんですけど、で、通訳でやりたい人って人と人との関係をやっぱ求めてくる人だと思うんですね、お客さんがね。なので、一緒にアテンドしてもらって、いろんなところで気を使ってくれるとか、その人との人間関係っていうところでお客さんを得ていくと思うんですけど、そうすると、やっぱ他の人とちょっと違う価値観を出していかなきゃいけないっていうところで、ある国の言葉に通じているプラスその国の方言が喋れるとかね、そういう価値観を出していく方がいいんじゃないかっていうところです。これは本当にね、チェコの、大阪弁を喋る女の子を見ていながら、なんか我々もなんかやらないとなっていうのがね、すごい当時から思ってたことなんですよ。はい。そういう話です。ピルスナービールっていうブランドを確立した街ですんで、行けばいろんなビールも美味しいし、食べ物も美味しいし、いろんな学ぶ点は多いんじゃないかなと思います。